はい、こんにちは。ミルコムです。ミレ家にはですね、10G の光ファイバーのネットワークが来てるんですけれども、それをですね、フルに活かせる Wi-Fi ルーターをついに買ってしまいました。各社とも、いや、ちゃんと弊社は最新の Wi-Fi 7に対応してますよっていう風にアピールするべくフラッグシップマシンを出してはいるんですけど、あんまり力入れて作ってないんじゃないのかな。後ろは1のポートが1ポートと、最後にですね、ネットワークスループットなんですけれども、Wi-Fi 6E 対応の NEC A ターム、名前が非常に長いんですけれども、PAWX11000T12 という機種になります。今日はこちらのお話をしていきたいと思います。今まではですね、こういう ASUS の ASUS、発音がどっちだったかだんだんわかんなくなってきてるんですけど、ASUS TX4200 という、このなんかガンダムっぽいですね、いろいろこう角の生えている、よくあるこういう Wi-Fi ルーターってありますよね。こちらを使っていたんですけれども、これ購入したのが2023年の7月のことで、そんなに古くないんですよね、これね。1年、だいたい7ヶ月ぐらい経った今ですね、なんかここ最近調子が悪くなってきてしまって、というのは、例えばスマホでもですけど、MacBook、後ろにある MacBook Pro もですけれども、何かを、例えばウェブサイトをこう見ようとすると、画面がこう真っ白になったまんま何にもこう描画されない、こう詰まったような状態になるっていうのが、ある頻度で起きると。全くダメっていうことなのであれば、切り分け的に全く別っていう可能性があるんですけれども、そうではなくて、時々完結的におかしくなるっていう事象に悩まされていまして、いろいろ切り分けを行ってました。ASUS のこの TUF-AX4200 は AI メッシュっていうメッシュネットワークですね、に対応していて、つまり複数の Wi-Fi のルーターが連携して、クライアントから Wi-Fi につなごうとしたときに、一番こう近い電波の強いルーターに接続してくれる機能があるんですけれども、それを使っています。もう一個の相方は、全 Wi-Fi の XT8 っていう機種なんですけれども、どうもですね、古い方のその全 Wi-Fi XT8 が悪いのかなと最初思って、じゃあそっちを XT8 を電源切ってみたらどうかなと思ったら、やっぱり詰まっちゃうんですよね。で、切り分けの結果ですね、結局のところこの人がどうも不安定だという結論に至りました。この機種は2023年3月に発表されたばっかりの機種でして、購入したのが2023年の7月なので割と出てすぐ買ってるんですね。で、その後ファームウェアのアップデートを経て何回かこう使ってるんですけど、どうもね、不安定さが拭えないまま今まで来ちゃったということですね。なんでこの機種にしたかなんですけれども、まず Wi-Fi 6に対応していることですね。で、かつ、ASUS のルーターを歴代ですね、AI メッシュにこう対応させるために、メッシュネットワークって大体同一メーカーの機種2台で、2台以上で構成することができるようになっているので、ASUS を使い始めると、ASUS で固定した方がいいわけですよね。で、まあ、その ASUS の機種の中で比較的まあ、ミッドレンジですから、確か1万6000円か1万7000円ぐらいだったんですけど、それで買いましたと。で、これの特徴としては、まずですね、1の、後ろ見した方がいいか。1のポートが 2.5G で、LAN のポートが1ギガビットイーサネットですと。1から入ってくるときに 2.5G で高速になるのはいいんですけれども、残念ながらですね、ミレ家の場合は、こいつを光にこう出てくときのルーターとして直接使ってるわけじゃなくて、それは別にあってですね、光にアクセスしに行くときのルーターですね、は別にあるわけですね。この人は Wi-Fi ステーションとして、アクセスポイントモードとして使っているので、残念ながらこの1のこっち側のポートっていうのは使えませんと。で、この1ギガのポートだけでアクセスすることになるんだけど、やっぱり宝の持ち腐れっていうかですね、スピード的にはちょっともったいないという問題がありました。
ただ、ここにリンクアグリゲーションっていう、映るかどうか、リンクアグリゲーション機能っていうのがございまして、1GBps の LAN ポートを2つ、なんていうんですかね、束ねてこう、ボンディングして使うみたいな機能があって、そうすると見かけ上2ギガとして使うことができるという別の面白機能がありますと。ただ、実際やってみると、この人ですね、2GBps のボンディング、リンクアグリゲーションはね、なかなかうまく機能しなくてですね、そういう意味だとスピード的にはちょっともったいないかなという状況でございました。比較的ね、スピード自体はかなり出てたかな。スピード自体は800メガ bps ぐらい出てたんじゃないのかなと思います。ASUS の TUF-AX4200 から、最終的にはですね、この NEC の A タームですね、Wi-Fi 6E 対応の WX11000T12 に変えたわけなんですけど、Wi-Fi 6E を検討する前に Wi-Fi 7ですね。Wi-Fi 7の方が新しい機種でより高速に通信ができるんですけれども、いくつか機種を検討しましたが、結果もう全部見送ることにしました。端的に安定して通信できる Wi-Fi 7対応ルーターっていうのがあんまりなかったからなんですよね。例えば Wi-Fi 7に対応していても、LAN のポートが遅かったり、6GHz 帯の電波に対応していなかったりとかですね。なんか規格だけ新しいんだけどハードウェア的についてきてないっていうパターンが結構多かったです。いくつか例を挙げますと、NEC の A ターム PA7200D8BE っていう、この機種のもう一個下のレンジのものがあるんですけれども、そちらはですね、6GHz 帯に対応してないんですね。で、もう一個は TP リンクの Archer BE7200 っていう機種がございまして、これもですね、6GHz 帯には対応してないと。Wi-Fi の規格よりもですね、今回、その周波数帯、バンドがどんな種類のものが何種類使えるかっていうのを重視しました。通常は 2.5GHz 帯、5GHz 帯の2種類ですね。デュアルバンドのものが、市場に出ているものでは多いんですけれども、Wi-Fi 6E になってから、6GHz 帯っていうもう一個高いバンドが使えるようになってるんですね。ただ、調べてみたんですが、Wi-Fi 6E であったり、Wi-Fi 7にいくら対応してますよって歌っていても、それと 6GHz 帯に対応してるかどうかっていうのはどうも別物らしいんですよね。コストダウンのために Wi-Fi 7を、Wi-Fi 7対応してますよって歌ってるけど、6GHz 帯部分の回路がなかったりするので、それだとですね、やっぱりその 5GHz 帯って結構電波としては混雑してきているので、できることなら新しいフロンティアというかですね、もう一個上の 6GHz 帯が使ってみたいっていうので、そっちを重視して Wi-Fi 6E 対応ルーターの中から選んでいくことにしました。究極の選択としては Wi-Fi 7でかつ 6GHz 帯に対応している機種っていうのもあることはあります。ただ、高いし、高い割に結構不安定っていう反応が結構多くて、具体的にはバッファローのエアーステーションの WXR18000BE10P っていう機種、これが5万円以上するんですけれども、これは不安定だっていう結構口コミが多く載っていますと。TP リンクの Archer BE805 っていう、これも39,800円するんですけれども、どうもファームウェアがこなれていないっていう反応が目立ちます。各社とも、いや、ちゃんと弊社は最新の Wi-Fi 7に対応してますよっていう風にアピールするべくフラッグシップマシンを出してはいるんですけど、あんまり力入れて作ってないんじゃないのかなっていう気がしてまして、やっぱりボリュームゾーンとしては1万円から2万円ぐらいかなのご家庭用のですね、Wi-Fi ルーター、例えば Wi-Fi 6とか対応してるやつで、そんなに高くないやつがメインなんだと思うんですよね。なので、
Wi-Fi 7対応ルーターって多分接続実績もあまりないっていうか、対応してるスマホとか対応してる PC とかあんまりないと。Apple の製品で、例えば iPhone 16ですと Wi-Fi 7に対応してるんですけど、私の使っている iPhone 15 Pro Max だと Wi-Fi 6までしか対応していないと。MacBook Pro も M2 対応の2023年に発表された機種以降は Wi-Fi 6E に対応していますが、Wi-Fi 7には対応していないんですよね。で、この差がどっから来るのかっていうのは結構議論の、対象になってるみたいなんですけれども、前回の動画でお送りした MacBook Pro の M4 ですね、の場合も Wi-Fi 6E までしか対応してないので、そしたら、せっかく先取りで買っても不安定なやつで泣きを見るよりかは、現実的に動く Wi-Fi 6E で安定してる機種はないのかなっていうので、比較してみた結果、月並みではありますが、口コミの反応が一番いいこの機種にすることにしたということでございます。で、この機種の特徴は、先ほどお話しした Wi-Fi 6E 対応であること。そして、ちゃんと LAN のポートが 10G 対応であることですね。この2つがやっぱり決めた最大のポイントですね。あと帯域がなんかいっぱい書いてありますけれども、6GHz 帯が 4804Mbps で、5GHz 帯が 4804Mbps で、2.4GHz 帯が 1147Mbps と数字がいっぱい並んでるんですけれども、正直、そこはね、なんか実行スピードとまたちょっと違うので、実際試してみないとわかんないなーっていうところです。で、ここ最近ですね、私の使っていた Wi-Fi ステーションって、だいたいこういう角が大量に生えていて、いろんな電波の縦に出したり横に出したりと、そういう電波の向きのですね、調整ができていたんですけれども、今回の ATAM ルーターですね、Wi-Fi ルーターは、残念ながらアンテナの向きは調整できませんが、比較的スリムな形になっています。ちょっと説明してばっかりでもなんなので、サクサクっと取り出していきたいと思います。開封の儀、AC アダプターですね。割とでかいね。本体なんか意外とちょっと今垣間見えてるんですけど、結構薄いぞっていう感じで、これLAN ケーブルね。本体出しますよ。はっ。ちょっと意外と重い。つなぎ方ガイドがあります。そして本体ですが、のっぺりでかい。開封、堂々たる筐体ってことで、こうやるとね、意外と、あれ薄いじゃんって思うんです。この辺はね、薄いじゃんって思うんですけど、なんか、プレイステーション5の形に似てるなっていうのが第一印象でして、下の方に行けば行くほど、だんだん寸胴になってるからさっき出しづらかったんですね。表を見ますと、パワー、アクト、2.4ギガ、5ギガ、6ギガの3つの周波数帯の LED ライトがあって、メッシュとオプトランプが見えます。メッシュはメッシュネットワークが貼られていれば点灯するんだと思います。そして後ろですが、後ろは WAN のポートが1ポートと LAN のポートが全部で4ポートあります。規格としては MAX は 10G ベース T、5G、2.5G と全部対応してますよとなってるんですけど、実際にはですね、この1ポート1と LAN ポート1だけが 10G、5G、2.5G に対応していて、残り3ポートの LAN はギガビットイーサのようです。あとあれかな。ASUS ルーター AX4200 と大きな違いとしては、ここにハード的にスイッチがついていて、ここで AP モード、アクセスポイントモードにするか、ルーターモードにするかっていうのを選ぶことができるようになっているようです。これをちょっと設置して実際セットアップしてみようと思います。久々に NEC 製品なんて買ったわーっていう。国産ルーターね、もうちょっと頑張れっていう、思いを込めてこの動画を作成しております。マニュアルをちょっと読んでたんですけれども、ここにあるスイッ
チをですね、デフォルトだと左端のルーターモードになってるんですけど、これをカチッとやって、ブリッジルーターモードですね、に切り替えました。よいしょ。電源入れていきます。ちょっとマイクが邪魔なのでどかしましたが、パワーランプだけになって、LED がオレンジ色に点灯しています。これ多分設定中だと思うんですよね。メッシュランプがついた。メッシュで繋がる相手いないんだけどね。2.4 ギガがランプが点灯、6ギガがついた。5ギガのオレンジが点灯してんのはなんだ？ 5 ギガがなぜかチカチカしてますね。少し時間がかかったので気になりましたが、ともあれ 5GHz 帯の LED がですね、ちゃんと緑色に点灯に変わりまして、一応全体的には問題なく動いているようです。それではこちらセットアップしていきたいと思います。はい、設定に最初少し手間取ったんですけれども、この Wi-Fi ルータの IP アドレスを何にするかっていうのを固定一回しないといけないんですね。これ多分ブリッジモード特有の話だと思うんですけれども、まずいきなりニレ家の実際に動いている LAN 上につないじゃうと、果たしてこの人が DHCP で IP アドレスいくつにアサインされたのかがわからないと。そこで IP アドレス強制固定モードみたいなやつがあってですね、マニュアルに書いてあるんですけれども、セットボタンを、後ろ側にセットボタンっていうのがあって、それを押しながら電源を起動してしばらく待つと、強制的にですね、IP アドレスが 192.168.1.210 になるモードがあって、それを使って一番最初の設定をやりますと。例えば、Web セットアップの時の管理者パスワード、ネットワーク Wi-Fi で接続する時の SSID とそのパスワードですね。で、最後に実際の本ちゃんで使う IP アドレスを、LAN 上の IP アドレスを固定したいんだったら、その IP アドレスを入力して、それでもう一回再起動すると、あとは実際のニレ家のネットワークに即した IP アドレスがアサインされるということですね。はい。そこだけちょっと引っかかったんですけど、あとは特に問題なく接続することができました。最後にですね、ネットワークスループットなんですけれども、だいたい 1.5GBps ぐらいは出ています。思ったより速くないかなってところで、この Wi-Fi ルータの 6GHz 帯での接続時のネットワークスループットは 4800Mbps 出てるはずなので、ちょっとそれにしては遅いなという感じはします。ちなみに iPhone などでも試してみたんですが、やっぱりネットワークするダウンロードメガ BPS が1458。これは iPhone 15 Pro Max の場合でその値ですね。あんまり変わんないです。そして、Pixel 9 Pro はね、なんか極端でですね、なかなか極端でダウンロードスピードが1800ですね。実は一番早いんですけど、アップロードがめっちゃ遅くて 980Mbps しか出てないという結果になりました。ここの 10G の回線が頭打ちになってんじゃないかとお思いの方もいらっしゃると思うので、比較のためにですね、この通り有線で接続した場合は 6.3GBps で十分高速な値が出るので、それに比べると思ったより速くねえなーっていうのが第一印象です。Wi-Fi 6E に対応しているはずの MacBook Pro なんで、もうちょっとスピード出てくれてもいいのかなーっていう気がいたします。が、ちょっと設定をですね、もう少し見直してみたいと思います。はい。一旦ですね、取り急ぎですけれども、NEC の Wi-Fi 6E 対応ルーターですね。6E の中ではハイエンドルーターの A タームの WX11000T12 のセットアップの様子でした。エアプレイがこれでスムーズにできるのかとか、いろいろ気になるところはあるので、もう少し試してみて、また続報をお送りしたいなと思っています。ぜひですね、続報が聞きたいなと思われる方は、
チャンネル登録を皆さんお忘れなくということで、いいね評価もぜひよろしくお願いしたいと思います。それではありがとうございました。ニルコムでした。